ボールの斜め下をこう滑り台みたいな感じで転がせること。こういう感じで1ストップ着地流しさすつつきうまいイコール試合うまいって言ってもいいと思います。ニーハーリリン。今日はですね、初心者向けのつっつきについて、動画にしていきたいと思います。はい、よよろしくお願いします。ろしくお願いします。つっつきは一応単体では取ってたり、あとつっつきでも数値とか、技としても取ってたりとかあるんですけど、それを今回初心者向けに、新たなポイントだったりとか、もうちょっとこう深掘りした話だったりとか、紹介していけたらなと思います。はい、つっつきに関してやはり大事ですよね。めちゃくちゃ大事です。試合になったらサーブとレシーブから始まるんですけど、サーブは自分で自由自在にできるんですけど、レシーブイコールつっつきって言っても過言ではないぐらい。だからそのつっつき上手い人はレシーブ結構上手い方多いです。はい。だからめちゃくちゃ大事な技術です。なんかやっぱ初心者から上級者まで使う技術なのかなと思ってます。そうですね。そうです。はい。めちゃくちゃ大事ですね。ここに相手の回転が読めないときには、とりあえず続きで返すことが一番安心です。ミスしない。変にかけていくよりはつっつきでレシーブした方がいい。とりあえず打たせて、そこから自分の展開でやっていくことがいいです。ということは万能な技ということで、皆さんにぜひ覚えていただきたいと思います。それではやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。持ち方とかスタンスとかそういったものから聞きたいなと、そうですね、スタンスは普段卓球と同じような感じで、自分の肩幅より広めって感じでいいので、平行足にしてもらって、よくつっつきで右足出すって言われるんじゃないですか。右足出すっていうよりなんか右足がリズムを取るっていうのは適切かなと思います。例えば必ず出すって言ってたら、もし深かったら詰まるんですよね。出してる意味がないので、浅かったらもちろん出さないといけないんですけど、だから右足で微調整してタイミングを取る感じでいいと思います。ちょっと重心を乗せるみたいなイメージのタイミングの取り方で、出さない時もあれば出す時もあるみたいな感じで、基本的には右足でちょっとこうリズムを取る感じ、一回ちょっと離れる感じなんですけど、リズムを取ってちょうどいい時はそのまま、浅い時はちょっと前に入る感じで、どっちにしろ右足は動いてる感じです。なるほど。右足の力というか、右足をこう踏んだ時の力みたいなのを利用するっていうニュアンスもあるんですか？ありますね。だけど力加減としたら、ちょっと猫足みたいな感じで入るとかいいです。なんかドカンで入ると逆になんか入り方が強すぎて上の方も不安定になりがちなので、ミャーって入る感じ。忍び足みたいな。そーっと入る。そーっと入る感じです。足音しないような入り方がいいと。そうですね。じゃあバーンってなりながらつっつき練習してる人はちょっと強すぎですね。ブブ。なるべく音しない程度の。そうですね。音しない程度でこう踏ん張っている感じで入り方。ドカンで入らない方がいいと思います。つっつく場面なんですけど、ボールのどの辺を角度的にはつっつくっていう意識をされてるんですか？そうですね。どっちかというと、ラケットの面は少し滑り台みたいな感じで、斜めですね。それでボールによってちょっと微調整したりする感じなんですけど、で行く方向としては下の方に持っていくんですけど、でこれでよくつっつきやってて、カートに当たる方、結構多いじゃないですか。こういう感じでこう続こうとしてたら自分のラケットのカード、これなんでそういうふうになってるかというと、ボールとの距離が結構遠くて、バックスイングを取ってその分にはタイミングが合わない時にはもうカードになっているので、だからカードのボールをなくしたいであれば、ラケットのヘッドの部分若干前に持っていくのと、あとこうボールとの距離あまり取らない、すぐボールのすぐそばに行く感じ、本当にもうボール来たらすぐラケットをボールにすごい近いところでまずのける感じ、のけてからその先は伸ばしてでも構わない。じゃあ最初の構えの基本で言われてた、ここまっすぐにするような感じっていうのをイメージしてもらって、であんまバックスイング取りすぎないってことですね。後ろに引いてっていう動作が角ってしまう可能性あるから、そのまま入っていくような。そうです。そのまま入る感じがいいです。そのままボールに近くまで持っていってのけて伸ばす分にはいいです。じゃあ引かないっていうことなんですね。そうですね。カートマンは引きますよ。カットになった場合はそうです。カートマンはこうちょっと横に引いた続き、攻撃マンみたいな続きでやっていくと、やっぱちょっと
大変なので、攻撃の方の続きはやっぱちょっとバックスイングをあんまり取らないのがおすすめします。了解です。はい、基本はゆっくりめでいいと思うんですよね。あまり急いで早く行っちゃうと、急いでやっちゃうと結構ミス出やすいので、続きでやろうとした時にはまずワンテンポちょっとこう遅らせる感じ、ちょっと遅めの方がいいです。ということは頂点とか、頂点後ぐらいのイメージですか？そうですね。はい。ちょっと平和級の続きね、まず何も仕掛けないで一般的なものは特に小級で覚える時には結構みんな最初から転がす感覚を覚える前に先に質を求めたいから早い続きやりたいんですよね。なるほど。そうすると転がすの感覚をできる前にまずこういう感じで速いボールになってるんだけどこうプッシュになってる方多いですね。これレディースの方すごい多いです。まず転がす感覚を高くてもいいから例えば最初はできなくてこういう感じで高くてもいいので寝かせてでそれでコロコロコロって高くなってもいいのでそれで少しずつ角度を下に向けて少しずつ低くすればいいです。で回転かかってる時にはスピードがそこまで出ないんですよ。めちゃくちゃやっぱ回転がかかってるので、ですごいスピードがペッて出た時にはおそらくプッシュの時多いんですよね。ナックルっぽいボール。そうです、はい。プッシュで押しているパターンが、こういう感じで続きの角度に見えてるんだけど、当たる瞬間こすってなくてプッシュでいってる場面が結構多いんですよね。これだと結構回転に負けてしまうパターンが多いので、だから必ずボールの下をボールの斜め下をこう滑り台みたいな感じで転がせること。ボールのける時間長い方がいいです。今のサーブのスピードよりも速くつっつくとちょっと速すぎだから、今のサーブのポンポンぐらいのスピードもしくはそれより遅くても最初は問題ないと。そうです。これあくまで初心者向けですからね。そうですそうです。最初は最初ゆっくりめで、最初は絶対スピードを求めない方がおすすめします。ゆっくりめでしっかりなんか自分でこすってなんか擦れてる感覚あった方がいいです。最初どうしてもスピードを求める方が結構多いので、だからまずこの摩擦していくこと、ゆっくりめで摩擦していくこと。なるほど。若干高くても構わないです。つっつく時に結構やりがちなのが、来る前からもう肘がバッて上がってていったりとか、あとは手すごい伸ばしちゃってやったりとかっていう方多いと思うんですけど、今見てると肘がこう落ちてて、でボールに合わせてゆっくりこう上がってってスッていったらまたもうすぐ戻るみたいな、なんかあんま肘張ったりとか手伸ばしっぱなしになるってことが今見てなかったんですけど、そうですね、あんまりしないですね。っていうのは最初からこうやってるとやっぱ万が一出た時に自分がドライブしたい時にはこれが大変です。固まっちゃってる。基本はすぐドライブできるような肘の使い方というか、なんかそのリラックスしている状態で、これで浅かったらもうこのまま入るんだけど、深かったらこのまますぐ手首で挽回ができるので、でも一回出しちゃうとこれは結構戻すのは大変です。なるほど。じゃあ肘はある程度こう体幹の近くで落ちてる状態で、で判断していった方が、こう言ってもこう言ってるように最初からこう作らない。そうですね。ロックをかけない方がいいと思うんですよね。大事なポイントですね。はい。これも一緒ですか？フォアやる時のポイントとしては、実は足のところに結構あるんですけど、足のつま先の部分は少し外側に向ける、少しだけ外側に向けるとやりやすいので、あとラケットの面も若干外側に向ける感じなんだけど、でも前置くよりもやっぱ若干前に向けるのがおすすめ。将来的にはストップとかつっつきとか摩擦つっつきとか横切りとかいろいろやりやすくなるので、カードマンみたいにバックスイング取らないでそのまま持っていた方がいい。フォアつっつきの時にはイメージとしては1って思った方がいいです。こういう感じでレシーブしたら1、こういう感じで1。やっちゃいけないのは吐いて1、2吐いて1、2、これカードマンっぽい感じのやり方。バックスイングがダメってことですね。そう、バックスイングをこう取ったらやっぱまだカードに当たりやすくなる。カードマンじゃなければそのまま1で持っていた方がいいと思うので、そうすると1でやってたらストップもしやすいのと、最初ゆっくりめでもねそのまま送る1。吐いて1、そんなに速くなくていいと思います。最初の段階は引かずに、準備して、
入る。はい、それがそうです。もうとにかく転がす感覚が出るまではひたすらにちょっとゆっくりめでボールをたくさん持つ感覚をあった方がいいです。いきなりフォアに来たらパンって押していくよりもボールをじわじわで持っていた方がいいと思います。今のフォアも肘の位置がやっぱりこう体から離れてないんですけど、やっぱこれもバックと同じで、そうですね。なるべくリラックスしている状態の方がいいです。じゃあ本当ラケット持ってるだけの力で、そうラケットを持っててそのままちょっと目を寝かせただけでそのまま持っていきます。じゃあよくこの力どこでギュッて入れたらいいですかとかって思う人いるんですけど、それはもう全然とりあえず考えないで。そうですね。初級のところはとりあえず多分いっぱい考えてしまうともうすごい変な癖つくので、もう滑らかに平均の力でいいので前に持っていく、斜め下に持っていくとボール低くなるので、プッシュする感覚じゃなくて転がしてる摩擦してる感覚を覚えれば第一段階はクリアかなと思います。ありがとうございます。今度はつっつきの種類なんですけど、まあ初級者とはいえずっと同じつっつきやっててもやっぱりあれじゃないですか。なんでいろんなつっつきの仕方ちょっと紹介していただけたらなと思います。はい。ストップ。ストップ。と侧切。横回転。流し。流し。とあと刺す続き。差し込むやつ。はい。大体これぐらいですね。はい。じゃあその4つをちょっとじゃあ実際見せていただきたいと思います。はい。これはもう打球で早めにするだけです。最初のつっつきとストップの違いでちょっと見えたのが、ストップの方がボールのなんか底に近い方に行ってるかな、なんか斜めじゃなくて結構ボールの下に見えたんですけど、やっぱ角度調整っていうのはそうですね。打球で早めにちょっとしているので、深く入れるともうちょっと長くこう押してしまう感じになるんですけど、ストップする時も本当に奥だけになるので、あとネットに近いからでさっき距離あるところみたいな感じで滑り台みたいな感じになると結構近いのでネットミスになりがちなので若干もう寝かしてる感じです。じゃあもはやちょっとこうちょっとしたこう玉突きぐらいのにちょっと近い感じだけど、多少は斜め多少は斜めにしてます。つっつきとストップの違いとしては打球点が速いです。打球点遅いとストップはしづらいってことですか？しづらいです。全くできないんじゃないけど、トップ選手じゃないと難しい。じゃあ初心者はちょっと難しいからなるべく早めに。そうですそうです。なるほど。これももちろんバックスイングなしでそのまま。そうです。はい。なるほど。これはもう最近流行りの。そうですね。これは基本的にはもう普通のつつきがペースになってて、こっちの普通のつつきができないとこっちも多分うまくいかない。全部押してしまう可能性が高いので、だからまずしっかり普通のつつきできた上で、今度同じような感じなんだけど、ボールの真下を取るんじゃなくて、ちょっと左下を取っていくとボールが中心になります。ちょっと横側を少し捉えるように。そうですそうです。じゃあ若干横回転になってるってことですね。そうです。横回転になってます。ボール曲がってますので。ありがとうございます。これは打点はやっぱこれは打点速くなくて、速くても遅くても全部いけます。長く入れるので。じゃあ最初の基本のつっつき本当に打球点からすべてベースにして、でちょっと左横をそうです。ゆっくりでいいから、ゆっくりでもいいし、早くでもいけるし、最初は難しい時は全部ゆっくりめでいいと思います。ちょっとこれは角度を出し方難しくなるのか？ありがとうございます。ストップもつっつきもスチーも同じような感じだったけど、流しになった途端ちょっとなんか違う要素が出てきたと思うんですけど、まず右横下を取る感じなんですけど、これをうまくできない方はやっぱり手首使いすぎてる
方が結構多くて、一番最初の段階ではまだここの骨掴んでない時には、絶対手首をギュッてやらないで、本当普通の続きに似てる感じで、で肘を上げて少し体も横に向けて、でラケットの面を少し横に向けた状態で続きをすれば、もうそのまま流しになっているので、少ししか横回転になってない、でまずその段階からスタートして、で少しずつ自分がコントロールできる範囲の中でちょっと少しずつ横に持っていく。で最終的には手首でギュッて持っていったら、もうちょっと回転が強い横回転になるんですけど、でも最初の段階いきなり最初の初級の方が覚えていくと、多分手首使ってたら空振りするパターン多いんですよね。だから最初はもう普通の続きと思ってやった方がいいです。ちょっと一回見本見せます。でこれが普通の続きじゃないですか。でラケットが少し横にちょっと向けて、でこれで続きをするんです。ちょっと肘上げてつっつくってことですね。肘上げて、でラケットの面を横向ける感じで、で体も若干横に向ける感じだと、なおさらにラケットの面が横。ヘッドはちょっと下向いてるってことですね。そうです。これも斜めになってるから、これは絶対ボールのもう真下を捉えられないので横ですよね。なるほど。そのまま続きすればボールがちょっと曲がるので、一番最初の段階はこれの方がいいです。いきなりこれをやると難しいです。これ練習すると、だからこれでまず続きできるようになって、少しずつ自分でちょっと加えていく、少しずつ加えていくとやりやすいです。ありがとうございます。ちょっと難易度高いかもしれないですけど、これもでも少しずつやっていくとできる。いいと思います。ありがとうございます。これはもう普通に若干速い打球点で、ちょっと遅い感じでもできるけど、そんなにスピードが出なくなる感じなんですけど、で速い打球点でやると結構鋭いです。なるほど。なんか今見てたら、普通のつっつきとか、あとスーチーとか、そういった丁寧なつっつきっていうのは、あんま肘が決まってなかったんですけど、今流しの時と、あと刺そうっていう時は、最初からちょっと上がって、もうちょっと力ためた状態でポンってスタートしているように見えたんですけど、あんまリラックスからスタートするよりは、ある程度ちょっと固めてからいった方がエネルギーブレみたいなのが少ないんですか？そうですね。最初からちょっと力もやっぱ形を決めないとなんか力が入らなくなるので、ゆっくりめになると本当に普通のしなやかな続きになるんですけど、さす続きというのはイコール速いので、でやっぱ力最初から抜けてやってたらスピードが出ないので、若干上げた方がスピードが出しやすい。だけど最初できてない、そこをうまくコントロールできない初級の段階では、さす続きやらない方がいいから。ってことですよね。だから最初からロックかかっちゃってでもこちらはちょっと上げてでもすぐロック解除できるんだけど、入っててそのままずっとやってしまう方が多いんですよね、初級の方は。だから基本は抜いて普通の続きたくさん練習するのがおすすめです。じゃあもう刺すつっつきは4番目の、そうですね、最後の方に取り入れて、でしかもやった後すぐロック外す。そうです。やってもすぐロック外すっていうところで覚えていくと。目安としていつその刺すつっつきやった方がいいかというと、例えばクロスにつっつきゆっくりめでいいので入れます。で普通の卓球練習とかサーブでも構わないんですけど、ほぼミスしないで100回、100本入るようになれば、もう刺す続きやってもいいかな。なるほど。もうそれが目安として絶対じゃないですけど、こうもう安定して、やっぱ自分でもコントロールある程度できるようになって実感があってから刺すつっつきに行かないと、もう凝り固まった変な多分すごい硬くなっちゃって、なんかネットミス、オーバーミスコントロールできない状況で試合でなかなか使えないと思うので、まず安定性あってゆっくりめの続きで必ず転がしてボールを掴んでいる状態で100本連続で入るようになった時に刺す続きやってもいいかなと思います。あくまでも目安です。ありがとうございます。この勢いでストップができるので。スーチーストップね。じゃあ次流し。や
やっぱ流しになるとちょっとあえて肘が少しこう外に出てから戻していくみたいな。はい。で打球点はちょっと遅らせてる。なるほど。速い打球でね流しちょっとやりづらいですね結構。オーバーしそうで遅めの方がいいです。しかも遅めの方が相手のリズムを外すこともできるので、で流しはなんかどっちかというとわざとやるパターンが少なくて、どっちかというとサーブ出して例えば3球目打とうとしてストップされた、予測外れた時の助け物になっているので、はい、だから打球で遅めの方が流ししやすいです。ただでも流しできてた方が、例えば判断遅れた時とか、迷った時にちょっとこう助け物になるんです。そうですそうです。はい。まあこれも本当にもう指す続きというのは普通の続きとほぼ同じバージョンアップって感じになっていると思ってくれればいいので、だからあえてちょっとロックかけた感じでいくってことですね。あ、そうですね。はい。ちょっと早いんですよね。でも最初このスピードを求めてたらもしかしたらプッシュになっている可能性があるんですよね。だから最初はやっぱこれをきれいに入れてこれ100回ミスしないで入れること、それができるようになったらこの指す続きやった方がいいです。まあ、手の方に感覚はあるので、コントロールできているからミスしづらいですね。はい、要は弾いてるとか掴んでるっていうね。そうですそうです。掴んでこんなに速くてもちゃんと摩擦している感じなんですよね。基本続きができる前にこれをやってしまうとおそらくスピードを求めてたらプッシュになりがちです。これみんなそういうふうになりがちなので、だから最初はやっぱしっかり転がしている感覚を覚えた上で指す続きやった方がいいです。ありがとうございます。はい、目安は100回目指してはい。男子選手のつっつきと女子選手のつっつき、試合見てるとやっぱ全然違うように見えるんですね。女子選手が多用するつっつきと男子選手が多用する多く使うつっつきがやっぱ違うんだと思うんですよね。男子選手と女子選手でどのつっつきを趣置いてやっていけば試合ですぐに実践的に使っていけるのかなっていうちょっとトレンド的な話になってくるんですけど、どう思いますか？女子選手は結構ちょこちょこじゃなくて結構しっかりギュッてさっき刺すつっつきみたいなのがメインに見えるんですよ。あとは横流し系、横に切ったり、ミュータみたいな感じでちょっと横にやったりとか。で男子選手はどちらかといったらライジングとかであんま動かさないつっつきっていうのがメイン。あんま女子でこうやってやってる人はあんま見なくて、どちらかといったらこうやってやってたりとかこうやってやってたりとかこうやってやってたりとかっていうのを女子選手よく見る。この違いってやっぱあるんですかね。ちょっと男子選手に怒られるかもしれないけど、女子の方が多分続きうまいです。どっちかというと女子は性格上ではその受け身になるパターンが多いので、男子はやっぱその攻撃的になるパターンが多いので、女子の続きは男子の続きと根本的な違いとしてはスピードと変化。スピードの方が男子選手の方が速い感じで、女子続き合戦になってちょっと遅れ目になりがちなんですけど、ただ続きのその種類とか回転とかやり方とか多分女子の方が細かい続き、ちょっと普通にやれたり横回転かけたり設置したり、多分男性の方より細かい感じ、あと我慢が強いから続き合戦が多いです。なんか台から出ても女子選手って結構ギュッてやる選手でも、男性はやっぱり男子は出たらもうすぐかけたりとか、やっぱチキータやりたかったりとかしちゃうんで、その差もあるんですかね、やっぱりね。そうですね。女子選手としたらどんな集団使ってても勝ちたい。打って入らないであれば続きのブロックでも勝ちたい。で、男子選手はどっちかというとミスしても俺を打って勝ちたいのが多いので、だから続き合戦になるのがメーターに見えない。だからストップでストップはあるんですけどね。でもどっちがストップでストップでちょっと出たらもうガーンっていく場面が多いんですけど、それが根本的に男子と女子違うかな。あと男子と女子数えてないと思うんですけど、試合の中で続きする場面は女子の方が男性選手より全然多いですよね。続きする場面と回数、攻撃するのがやっぱ慎重派というか、もうちょっとこう丁寧、あと細かい女子の方が、男性の方がパワーあるんですけど、女性の方はやっぱ繊細のところが多いので細かいです。だから多分続きはおそらく女子の方がうまいと思います。続きだけは。どう思いますか？
男子はやっぱりこんなにたくさん続きは我慢すぐ打っちゃうね。長く来たらもうただドライブですね。女子の方が多分あれ力で打つの方が逆に不利のパターンになってる多いんですよ。だから続きのパターンが多いんですよね。男子の方がついてはやっぱりこの腕力とパワーがあるから、だから打つの方が有利。なるほど。女子の方がいい続きがあれば、あっちの方パワーもないし、チェリーって上げてたらやっぱそのカウンターとか、逆に続きを利用して買いたいカウンターとかのパターンの方がやりやすいですよね。実は私もそのパターンです。自分から持っていくパターンは怖いというか慎重派で、もちろんサーブからパンってチャンスボール行くんですけど、プレースタイル的には相手を揺さぶってそれからの反撃みたいな感じ。だから続きで相手を困らせてそれからコースついたりするパターン結構多いです。なるほど。続きうまいイコール試合うまいって言ってもいいと思います。まとめると、女子選手はもう本当つっつきを磨いてってやっていってもトップまで変な話扱えるようになってくる。はいそうですね。で男子選手はトップ行けば行くほどどちらかというと腕力系というか攻撃系の方が増えてくるからつっつきの種類で言うとほぼストップしか使わなくなるということですね。あとはもうそれ以外のプレーストップと摩擦つっつきぐらい。ってことは男子選手はストップだけでも覚えておけば何とかなりそう。その分チキータだったりとか出たらかけるとかバックドライブとかどんどん覚えていってもらってで女子選手はその無理してドライブバックドライブいっぱい練習するんじゃなくてつっつきのバリエーションを練習してでその後のブロックとか解体とかカウンターっていうのを磨いていくみたいな流れになると。子供たちもレディースの方もやりがちなのは、バック続き練習するときには長い続きやってるんじゃないですか。でフォア続き練習するときにはいっぱい入ってもう全部短いボールしかやらないですよね。でもフォアの長い続きも絶対できた方がいいです。長いボール打つパターン多いかもしれないけど、でもやっぱ体勢整ってないときはこれが助けになるので、体勢整ってないときはもうフォアでも続けるようにした方が無理しなくなるので、フォアの続き長めの続きも練習するのおすすめです。特にカードまでやるときに全部深くくるので、全部短く入ってたらもう長いボール続きできなかったら、カードまでやるときと非常に苦しいです。だからフォアの続きも深いものの練習もやった方がためになるんじゃないかと思います。長いつっつきが来て、それは全部打つじゃなくて、長いつっつきもまたつっつき返すっていう練習を、そうですね。フォアは続いちゃ反則じゃないので、バックに来たら基本これ、時々はこっち。こっちは多いんですけど、フォアに来たらもうほぼつつかないで全部いっちゃう。短かったら続き、長かったら全部ドライブ。それもそういう考えでも構わないんですけど、で長いボール続きできた方が絶対余裕はあるんです。フォアの長いつっつきの長いつっつきに対して無理せずまたつっつき返すっていう練習を技はやった方がためになります。初心者の方でやった方が絶対に効果的と。自滅を防げる。そうです。ありがとうございます。低いですよね。めちゃくちゃ。ブツッて音がしてるんだよな。摩擦でギュッていく。切れていく。はい、ということで、今回つっつきについていろいろ深掘りさせていただきました。いろんな初心者向けの技術だったり説明とか、または上級者に行くにつれ、こういう風になっていくんだよっていうその未来の、考え方まで、かなり濃い、動画になったと思います。いかがでしたか？やれるところ全部動画の中に入ってますので、ぜひ見てほしいと思います。たくさん続きで買ってください。だいたいつっつきマスターするのさっき100本って言ってましたけど、だいたい何ヶ月ぐらいですかね？練習やってる時間にもよるんですけど、30時間から50時間ぐらい。1日 1時間しかやらないようであれば、30日。1ヶ月から2ヶ月。で、毎日やってた場合ですね。1週間1回だともちろん長いと思います。そうするとノーミスで100回に近いと思います。
でまずそれができるようになったらさっきのストップとか流しとか数値とかサスがどんどんこうできるようになっていくと。はい、そうです。じゃあ慌てずに、まずはしっかり100本つつきできるように皆さんしてみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。せーの、再见。また見てね。再见。